到他身边了，已经。さすがは泥沼だ。いえ、皆さんの動きがいいから僕もあれだけ動けるのです。また幻想しちゃって。あの一件以来、俺はカウンターアローとほとんど一緒に行動するようになった。名前も十分に知れ渡り、泥沼のルーデウスという名前が周辺の村々まで聞けるようになってきた。変わったことがもう一つ、サラとの距離が近くなったことだ。哦不。それでお父さんが狩人でね、小さい頃から弓の練習をしてたんだよね。だから今でも弓でさ、冒険者をやるには啊，我想到 Sasha。僕の父さんは騎士でした。僕は剣術より魔術の方に才能があったみたいで、ロキシーという魔術師を家庭教師として呼んだんですよ。その人、女の人？はい、僕の師匠なんですが、これがまたすごい人でしたね。好久没看到 Loxy 了。そう。話題によっては少々サラの機嫌が悪くなるが。話は変わるんだけど、はい。実は私、剣も少し使えるんだよね。普段は装備の手入れにも。我觉得是不是莎拉她觉得她知道自己没戏，就是跟鲁迪。それでさ、新しい探検を買おうかなって思ってんだけど。ルーデウスさ、明日って暇？一緒に買いに行かない？いいですよ。行きましょうか。決まりだね。但是他好可爱啊！要不跟了我吧。と、そこで俺は何に誘われたのか気づいた。デートだ。啊，好可爱的衣服啊！这桃儿蟠桃吗？又熟悉的就是在 OP 的时候展现一些风土人情。你让我想到之前 Dead End 一起去卖衣服什么之类的时光。楽しかった。いろいろ見て回ると新しい胸当ても欲しくなるね。今のやつじゃダメなんですか？結構前に買ったのだから最近ちょっとだけきつくってさ。きつく？何赤くなってんの？まったくもう男はこれだから。なんか酔っ払ってきちゃった。不是吧？ルーデウスと一緒だとついいっぱい飲んじゃうね。そうなんですか？うん、なんでかな。ルーデウスのそばだと安心するからかな。これはあれだろうか。いわゆる脈ありというやつなのだろうか。不是，有机会他是真上啊。ルーデウス。サラ。よし、行こう。俺もそろそろ前のことを忘れて次に進まなければならないと思っていたところだ。不是吧，哥们儿 emo 这么久，然后突然就。そろそろ遅いし帰りましょうか。宿まで送りますよ。ここは慎重に行こう。確実に行けるタイミングを狙うべきだ。そうだろう、パウロ。私もうちょっとあんたと話してたいかも。深入交流是吧？じゃあど
どっか別の店に入りますか。あんたの部屋行ってもいいかな。啊，意味分かってて言っているのだろうか。いやいや、ここは俺が我慢してでも。そもそもサラとはそういう感じではないというか。待て待て、流れ流れだ。ここは我慢せずに流れるままに行ってしまうのもありではないだろうか。じゃあ真的假的？他已经过去爱丽丝那道坎儿了。ここです。お邪魔します。なんか飲みます。そんなことよりさ、こっちへ来ない？はい。行きます。我真服了。あのさ、 Loxy 给他的这个圣体还在那儿看着呢。感謝してるんだ。あの時あんたが来てくれなかったら。这是可以理解的，就是因为他救了他嘛。だから、その。但是你没必要跟救命一个人就是一定要上床之类的。这似曾相识的好几幕啊！不是鲁迪已经轻车熟路了是吧？哦，伪了是吧？気づいた。今まで何度も感じていた違和感の正体に。さらには何の問題もなかった。素晴らしい体だった。そう。彼女には問題がない。問題があったのは俺の方だった。俺の体が異常を訴えていた。いいな。何も訴えてなどいない。ただ沈黙していたのだ。沉默以对，太幽默了。なんでだ。どうしてだ。いつからだ。いつからこうなった。おかしいだろう。そんな今まであんなに機関棒だったのにいきなりこんな。莎拉也傻了。どうなってしまったのだろうか。あのさ、私別にあんたのこと好きとかじゃないから。已经这么快穿好衣服准备走了。そう、あんたに対する借りを返したかっただけだから。だから勘違いしないでよ。あくまでこれは義務みたいな。No， 他怎么跟鲁迪似的？他应该是真的对鲁迪是有点想法的，但是。不是，等一下，是他真的以后都一直伪了呢，还是说只是因为他对莎拉没感觉？越喝越伪。おや、泥沼じゃねえか。珍しいな、おい。俺らのよくいる酒場で飲んでるなんてよ。なんだてめえ、しけた面しやがって。なんか嫌なことでもあったのか。あったんだろうな。嫌なことがあるたびに逃げてヘラヘラ笑って周りに慰めてもらうのを待ってんだろ。そんな啊！重拳出击。何怒ってんだよ。いつも喧嘩売ってきやがって。これが望みだったんだろうが。お前ヘラヘラしてて何がおかしいんだよ。お前みたいに他人をけなしてバカにして自分の成果を自慢してそんで恨まれて嫉妬して。其实他刚刚应该是好心过来的吧。みんなが離れていってそれでも同じ態度でいられるなら俺だってそうしてる。嫌われたくねえんだよ。嫌われないために笑ってるんだよ。それの何が気に食わねえんだよ。なんでいなくなるんだよ。いてくれよ。哦，是说的。でもいいから笑ってくれよ。あんなやり方されると辛いんだよ。
是说的莎拉，也说的爱丽丝俺は吗？もう終わりだ。くしょかかってこいよ、殴れよ、好きなだけよ。それで床に倒れた俺を見下して笑えよ。どうせお前の方が強いんだろ。おいゾル、あんまりガキをいじめてやんなよ。ああ怎么有点帅呀、悪かった悪かったよ。俺が悪かった。お前はこの世で一番不幸かもしれないな。おめえに何がわかるんだよ。まあ飲めって。そんで話してみろよ。それで何かわかるかもしれねえし、ちょっと吐き出そうぜ。这件事其实就是像一个导火索，让鲁迪就是很多情绪都宣泄出来了，其实也是一件好事儿。バカにすんなよ。这哥们儿这个时候来到他身边，其实也是个很好的时机。落ち込んでる時には落ち込んでる原因をはっきりさせとかねえといけねえんだ。でも僕が落ち込んでたのは。俺でいい。お前さっき俺って言ってたろ。他乐于看到刚刚鲁迪那种样子，就是真实的样子。俺で話せ。俺が落ち込んでたのはもっと前のことでさ、好きな子がいたんだよ。ほう。いろいろあってさ、なんていうか。你也知道你喜欢他，したんだよ。那刚刚是什么？お互い初めてで。如果刚刚没有尾的话，你不就上了吗？でもさ、目が覚めたらさ、相手はいなくて、もうとっくに旅立ってて。捨てられたってわけか。泣くなって。でも涙が出るってことはそれが原因だ。なんでエリスはなんでいなくなったんだ。ああ、俺の経験で言えば直前の行動が悪かったのかもな。直前の行動、やっぱり下手くそだったのか。今のままじゃつれえよな。直そうぜ。でもどうやって。わからねえ。でもよ、原因がそれならそれで上書きするしかねえんじゃねえか。つまりプロに任せてみようぜ。不是吧？这是什么红灯区吗？训练技术了是吗？根治原因。这集为什么感觉每一步都不在我的预想范围之内啊？这是在干什么呀？ご主人様のお名前を伺ってもよろしいでしょうか。ルーデウスです。ルーデウス・グレイロット。刚刚又再受了一次打击，这一下马上又要开始。よろしくお願いします。お名前は以前より聞き及んでおります。まあ、はい。やっぱり他の冒険者の方から聞いた感じですか。いいえ、妹より以前無償で治癒魔術をしていただいたと。冬、雪かきの仕事をした際の。摔倒的小女孩。そんな素晴らしいお方に抱かれてしまったら、这个姐姐好漂亮啊！妬まれてしまいますね。いや、もう一杯いいですか。はい、どうぞ。但是不是应该越喝越……夜は長いのですから、私の方もお楽しみになって。いや、もちろんです。はい。そろそろいいですかね。はい。それではルーデウス様、ベッドへ。精一杯ご奉仕させていただきます。それで让我
有想到爱丽丝也是红头正面发の。魔物は全て俺が一撃で倒す。お前たちは泥沼か。どうだった？いろいろ試してはもらいましたがダメでした。ああ、そっか。ダメか。お役に立てず申し訳ありません。那他是エリーゼさんは頑張ってくれたかと。他这是病了どうすりゃいい吧んだ？ろうな。そっちのあんたはどう思う？ルーデウス様は女性を恐れてるように見えま可能是一种もしかすると创伤后的生理反应。絶対に嫌われないと思えるような相手がいれば、あるいはいるか？一瞬ロキシーの顔が思い浮かんだが啊，多分ダメだろそんなにすぐできるものではないと思います。少しずつ育んでいかないと。だよな。とりあえず今日は飲め。死ぬほど飲んじまえ。はい。之前还说你要不干脆去死吧，这回直接喝到挂。お客様、そろそろ閉店のお時間です。おお、もうそんな時間か。他可真是好哥们儿。なんで？俺はよ、迷宮に潜るときはよ、焦らねえようにしてるんだ。迷宮ってのは下に降りていけば行くほど強い魔物が出てくる。時に魔物同士で連携もしてくる。そんな時に焦って闇雲に突っ込んでも被害が大きくなるだけだ。だから少し前の階層で徐々に慣らしていく。非常に有効だな。うん。おお、有効だ。サラだっけか。あいつとはよ、早すぎたんじゃねえか。早いって何がだ。確かに俺は早いけどサラとは早いも遅いもねえぞ。哦，ちっけえよ。向こうの方は覚悟も準備もできてたけど、お前の方はさ、もっと時間をかけて心の準備ってやつをしなきゃいけなかったんじゃねえか。いや、覚悟とか準備とか言ったじゃねえか。向こうは義務で。いや、俺が見るにちゃんとあの女はお前に熱莎拉应该也挺伤心的，因为他知道鲁迪对自己就是不动心。まあ時間はあるんだろう。ならもう一度会って話してみればいいんじゃねえか。わかりました。じゃあ今日の夕方か明日にでもそうしてみます。ほんと分かってんのか。还是我觉得是没可能分的。かってるってな。たくしつけえな。まあそれでダメでもいいや。あんなガキみたいな女こっちから願い下げだってんだ。やっぱ女ならエリーゼみたいなバインバインじゃなきゃダメだ。なあゾルダート、お前もそう思うだろ。お買い物してご飯食べてばっかじゃねえのって思うよな。おままごとかよってな。いや、天哪それ以上は。何がそれ以上だよ。征服了莎拉算了，他不值得。サラ、違う、今のは。这个脸有点崩，但是最低。二度と顔見せないで。然后看清他的嘴脸。あんた、それはないよ。想到爱丽丝的，バカ、早まるな。とにかく今からすぐに追っかけて弁明しろ。不是，他是真的想走れ。そんなの左哥这个动作也太迅速了。もういい。何もしたくない。じゃあもうお前さ、一度家に帰ったらどうだ。親父はどこにいるんだ。アスラ王国か。イリス、さすがに遠すぎるな。じゃあ俺たちと来るか。ネリス公国の他怎方に么这么突然大規模な这么好迷宮が見つか啊？った我要会喜欢上他俺たちは的。今日中に立とうと考えてる。
お前もついてくるか？なんでそこまでしてくれるんだ。俺が嫌いだったんだろ。ああ、気持ち悪い笑みを浮かべてさも善人みてえな敬語を話しやがるやつは気に食わなかった。でもお前に関しちゃもう腹の底は知れた。そうするに足る理由があって納得した。ならもう嫌う理由がねえ。俺はゾルダーと大きく誤解していた気がする。第一印象で全てを決めつけて遠ざけて逃げていたけど、意外とこいつはいいやつなのかもしれない。でどうすんだ？行きます。連れて行ってください。よし。那他跟莎拉他们这个小队就是算结束了吗？なあ、知ってるか？最近凄腕の魔術師がいるらしくてよ。そいつが一人いるだけではぐれ竜を20人弱のパーティーで退治できちまったんだとか。その噂のやつ、名前は何てんだ？確かそう、泥沼のルーデウス。泥沼ね。今のお話、詳しく聞かせていただける？今のお話って？その泥沼のルーデウスという冒険者のお話ですわ。そう言われても俺だってそんなに詳しいわけじゃ。ほら頑張って。もし思い出していただけたら私の体を好きにしてもいいですわよ。思い出した。バシャラントだ。バシャラントの第三都市ピピン。あらそう。ありがとうございます。ようやく見つけましたわ。那鲁迪是要跟 Loxy 也要见面了吗？不得不说，这一集很多地方真的让我完全没想到。比如说，鲁迪他在抑郁了这么久的情况下，突然能跟另外一个女生上床，然后在这一次不行之后还去妓院可以继续。虽然他并没有真的过爱丽丝那道坎儿，但是当他真的说出就是让往事都过去吧，这样轻松随意的感觉，真的让我怀疑我前2集就是跟他的共情到底还有没有那么重要。不过我还是很庆幸他没有跟莎拉真的进行下去了。其实他这个编排也很有意思，他展示了鲁迪受到过这种创伤之后遗留下来的这种生理反应，凸显出爱丽丝那世人给他带来的伤害。这一集当他就是对莎拉起不了反应，莎拉走的那段话其实又给他加重了他的这个阴影。虽然莎拉说的其实我觉得更像是就像鲁迪在救别人的时候那种自洽，他并不是真心说那些话的，只是他真的对鲁迪是有些意思，但是看到鲁迪对他违了，他肯定也非常受伤吧，因为他知道鲁迪就是对他没有那些意思。其实从上一集的结尾和这一集的开头部分就能看出来，我觉得莎拉他自己心里是有底儿的，就是关于鲁迪到底跟他有没有情感上发展的那个意思。他完全就是因为自己这种强烈的缺乏安全感和自我保护这个意识说出了那些话。相应的，鲁迪在最后喝醉酒对于佐哥说的那些话，他们其实都有互相的误解对方吧。虽然都不是真心话，但是都深深的刺痛了彼此的心。他们俩是注定走不到一起去的。说一些跟剧情无关的，但是我觉得鲁迪最后说的话里面让我觉得最让人受伤的就是什么买个东西吃个饭太蠢了，像过家家一样。我觉得要是现实里听到有这种话，真的就是赶紧乱。不过话又说回来，看到最后鲁迪拿着那个短剑马上就要刺向自己，特别迅速的时候，我就明白了就是这一集的用意吧。左轮踢到那个短刀真的就是一刹那，我根本都没来得及反应鲁迪在干什么，真的能看出他对于这个自杀的行为完全是不带一点犹豫的，拿起来就行。鲁迪其实还是并没有从低谷中走出来，跟莎拉的这些事情让他更加觉得自己是个挫败的失败的人，或者就是他在酒馆里面打左轮的时候说的，哪怕是假的也留在他身边陪着他。总感觉这句话不仅是在说莎拉，也是在说爱丽丝似的。他真的很渴求这样的一个陪伴，他需要他们对他的这个认可。
每次看到鲁迪的这种轻生的念头都挺让我心疼的吧。然后就是这个佐伦，他真的马上就要上升到我第2喜欢的男角色了，在无知里。他这一集跟鲁迪的很多相处都真的又让我想到鲁迪跟曾经保罗的那种相处方式。其实在酒馆里，鲁迪就是突然发作然后打佐伦的时候，佐伦完全就是一副挨打的样子，完全不见还手，根本不像上一集无缘无故直接给他们队长来一拳那种架势。佐伦在那个时候就已经明白鲁迪他的这个心事儿，他其实是乐于见到鲁迪这样真实的样子，而不是摆出一副假惺惺的笑容。佐伦真的会是一个非常好的前辈，除了把他带到妓院这个行为，在妓院佐伦也只是在那儿喝酒聊天，感觉像是在等鲁迪吧，真的还是非常贴心了。那个红头发小姐也说，一定得是一个鲁迪觉得自己不会被讨厌的这么一个女性，她才可以。其实还挺虐心的，因为鲁迪从前世就是这个阴影，觉得自己被讨厌，自己不被接受，被唾弃，一直都是在被嘲笑这么一个状态。而他最接受不了的就是像这集莎拉所做的一样，好像只是因为他伪就把他抛下，被嘲笑。不过说到底，莎拉也还是很小的，她并不像鲁迪一样还有前世的这个思维方式，莎拉还是没有那么成熟吧，要不然的话我觉得她应该也不会做出这样的行为。其实一般情况下遇到这种情况，就是现实世界里应该也不会就直接这样跑掉，怎么说也应该比如说询问一下是发生什么情况了之类的。非常高兴应该要看到更多佐伦这个戏份了，他最后对鲁迪说的那些话也非常非常暖心。虽然上一集就能猜到他是一个好人，但没想到他居然还这么的亚萨西，我直接就是一个爱住。那我们这期视频到这儿结束了，我们下期再见，拜拜。